first take music. The first take music. The first take music. こんばんは。ここからは The First Take Music ナビゲーターの幸田真昼です。 The First Take のチャンネル登録者数がなんと280万人を突破しました。今年の9月末に200万人を超えたばかりなので、2ヶ月ちょっとで80万人も増えたことになります。1周年を迎えて配信レーベルの設立やオーディションなど新しいことにどんどん挑戦していく The First Take に今後もぜひ注目してください。さあ、このコーナーはアーティストの一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取る YouTube チャンネル The First Take のアナザーストーリーを楽しむことのできるレギュラー番組です。 The First Take は昨年11月にローンチされ、白いスタジオに置かれた1本のマイクの前でアーティストたちが披露する一発勝負のパフォーマンスを 4K 対応の高画質・高音質で楽しむことができます。そんな The First Take と J-Wave ソナーミュージックのコラボレーション The First Take Music、さまざまなアーティストの The First Take で実際に公開されている音源やスタジオライブ、そして撮影秘話などをお届けしていきます。今夜登場するのはこの方々です。 The First Take Music をお聞きの皆さん、こんばんは。リサです。綾瀬です。リサさん、そして綾瀬さん、コメントありがとうございます。このお二人といえば、リサさんとウルさん、二人の人気アーティストがコラボし、YOASOBIのコンポーザーとしても活躍する綾瀬さんが The First Take からのオファーを受けて書き下ろした楽曲再会プロデュースドバイ綾瀬が大きな注目を集めています。会いたくても会えない大切な人を思う気持ちを歌ったこの冬の新たなウィンターソングということで、この曲の The First Take 動画の再生回数もこちらすでに1300万回以上を記録しています。本当に今大注目ですよね。今夜はそんな話題の曲を歌うリサさんと楽曲を手掛けた綾瀬さんのお二人にお話を伺っていきます。まずリサさんにはこの曲を初めて聴いた時の印象を、そして綾瀬さんにはリサさんとウルさん二人のアーティストにどんなイメージを持ちながら曲を作っていったのか聞いていきたいと思います。初めに聞いた時からすごく美しいメロディーだなと思って、もう自分が歌いたいなと思ってすぐに仮歌を入れた気がします。もうものすごい速さで仮歌が来たのを覚えています。しかもどこのパートを私が歌ってウルさんが歌うかっていうのまだ決まってなかったじゃないですか。そうですね、はい。だったので、一旦全部歌ってみたみたいな。ある意味もう勝手に私一番最初にファーストテイクしてましたよね。確かに間違いないと思います。いやでも嬉しかったですね。そうやってこうパッと送ってもらって、まだだって歌詞もちゃんと決まってないタイミングだったので、本当にすごくこうグッときたのを覚えています。でもなんかこう歌っていくにつれて、ここもうちょっとこういう風がいいなとか、なんかそれこそ、私が普段地声でいけてしまうところだったので、その地声の提案と裏声の提案みたいなのもさせてもらって、そうですね。はい。そこから綾瀬さんがウルさんとのこうバランスを考えて裏声と地声とみたいなのも含めてやってくれましたよね。はい。すごい、なかなかやっぱり難しかったんですけど、お二人が歌うっていうのをがそもそものベースになっているので、でもリサさんの僕の持っているその印象としてのパワフルな部分だったり、明るい部分っていうのをどういう形で表現するのが一番魅力的に伝わるんだろうかっていうことはすごく考えて、でまたこの曲が本当に会いたくても会えない大切な人を思う気持ちっていう、もう大切なのは実際に物理的な距離じゃなくて、遠くに離れていても相手を思い合う信じ合う気持ちがあればつながっていられるんだっていう、そこと冬から春になっていくっていうところをかけて混ぜ合わせた新たなウィンターソングといいますか、今年を代表する冬の曲になればいいなというふうに思って作っていったので、もう仮歌がもういただけた段階で、これはいい曲になるぞっていうもう自信がはいありました。いや、嬉しいです。しかも、やっぱ私が歌ってるイメージと、そのウルさんもウルさんで、ご自身でその仮歌入れてきてくださって、で、ウルさんが歌うこの曲と私が歌うこの曲が全然違う印象だったので、これがどんな風に絡まっていくんだろうってすごくワクワクしてました。そうですね。はい。お二人がそれぞれ歌ったデモ音源、それも聞いてみたい気もしますよね。
贅沢ですけど、でもそんなお二人のいいところをバランスよく融合させて、いろいろ工夫されて出来上がったのがこの再会なんですね。リサさんはソロシンガーとして、綾瀬さんはYOASOBIのコンポーザーとしてなど、それぞれご活躍されていますが、もともとお互いの音楽やパフォーマンスにどんな印象を持っていたんでしょうか？もうやっぱ綾瀬さんは今やっぱ一番勢いのあるコンポーザーさんだなっていう印象でした。し、なんだろうな、いくらさんの歌声が、なんかよりその切なさを持ちつつ、その前向きに進んでいくみたいな印象があったので、こう私が歌わせていただくときに、なんかうるさすぎないかなとか、こう、熱すぎないだろうかみたいな、不安はありましたね。いや。もうでも僕も普段ボカロ P でボーカロイドに歌ってもらい、YOASOBIではいくらちゃんに歌ってもらってて、こうやっぱり経験としてそもそもこう他の方に歌ってもらうっていう経験はなかったので、もう僕が知っている、もう僕リサさんのこう昔のライブ映像とかもすごい見てたりとかもしてたし、もう嬉しい。はい、もう楽曲はもちろんすごい聴いていたので、もう僕の思うリサさんのいいところをこうどれだけ僕の曲で追求できるかっていうのはすごく改めて研究もしたりしましたね。ああ、嬉しいですね。じゃあ、すごくこう、私とかウルさんのことを意識しながら作ってくださったってことですよね。そうです。間違いなく。いや、嬉しい。さすが綾瀬さん、研究熱心ですね。歌い手のことをこうよく知ることで、さらに良い楽曲に仕上げていってるんだなと思いました。ちなみにこの再会のレコーディングはそれぞれ別に行われたそうで、なんと現在公開されている The First Take でのパフォーマンスの時が、リサさんとウルさん初めて一緒に歌った瞬間だったそうなんです。リサさん、実際にその時のことを振り返ってみていかがでしたか？The First Take 自体はそういう意味で言うともう5曲目なんですけど、それまでというか普段の活動の中でも私はあまり人と一緒に歌を歌うっていうことがない中で、この新しい曲を、しかも初めて現場で会ったウルさんと2人でファーストテイクの収録始めますって言われた時は、ザ・ファーストテイクには鬼がいるなと思いましたね。でもやっぱりこの再会という楽曲を通して、そこに綾瀬さんもいてくださったんですけど、ウルさんと3人で話しながら、こう初めてながら探りながらも、この難しい楽曲、そしてこの大変な場面をどうみんなで乗り越えるかみたいなところで、すごくこうみんなで頑張れた感じがしましたね。いやー、あの時が初めて一緒に歌った瞬間だったとは思えないくらいのパフォーマンスになってますけど、その時はザ・ファーストテイクに住む鬼を3人の力でやっつけたってことでしょうか。実際に綾瀬さんはその一発撮りの現場にいらっしゃったということですけど、その時お二人のパフォーマンスをどうご覧になっていたんでしょうか。そうですね、もう本当圧巻の一言だったというか、僕もファーストテイクのその収録現場ってもちろん初めて立ち会って、本当に一発で撮るんだと思って、しかもその一発のクオリティがものすごい、もうリサさんもウルさんもものすごいパフォーマンスで、かなり鳥肌めっちゃ立ったのも覚えてますし、で実際にやっぱり一発撮りでこうクオリティの高いものをいいパフォーマンスをしなきゃいけないっていうとてつもない緊張感の中でこういろんなスタッフさんもいて、みんなが見守る中でパフォーマンスをやるっていう、でもその空気感みたいなものをなんてうまく乗りこなすお二人なんだ、プロだなっていうのをすごく思ったのを覚えてますね。いや、私も生で聞いてみたかったですけど、動画で見るだけでもしっかりその空気感が伝わってきますよね。この動画が公開されてから周りからはどんな反応がありましたか？なんか普段自分にメッセージをくれないような方々からも、すごいあの曲いいねって言ってもらいましたね。嬉しい。はい。そうですね。僕は、でもやっぱり CM で使ってもらってるっていうことももちろんあるので、かなり地元の友達とかとも、綾瀬リサさんとつながってんのみたいなつながってるとかじゃないけどみたいな、今回やらせてもらったけどみたいなので、すごいびっくりされたっていうのはかなり多かったですね。いや、嬉しいですね。
再開はソニーのヘッドホンの CM ソングとしても注目を集めていますが、地元のお友達からも驚かれるほどのリサさん人気、やっぱりすごいですね。最後にお二人からメッセージです。はい。本当に二人でウルさんと顔を合わせて目の前でその緊張感も感じながら、この曲をうまく絶対にいいものにするんだって言って、同じ気持ちで歌ったファーストテイク、ある意味本当の再会をして、歌っているファーストテイクの音をぜひ聞いてほしいなと思います。はい。もう本当に、もちろんしっかりバッチリ撮ったそのレコーディングの音源っていうものもあるんですけど、このファーストテイクの空気感だからこそ出たパフォーマンスっていうものもやっぱりあるんだろうなと思って、僕は実際に生で見させてもらって本当に鳥肌が立ったので、ぜひその空気感、緊張感みたいなものとお二人のパフォーマンスの素晴らしさを音で感じていただけたらなと思います。以上、リサと綾瀬でした。この曲のテーマである会いたくても会えない切なさと、それでも春から冬に変わるっていう前向きな気持ちが、お二人の対照的で美しい歌声に乗ってすごい伝わってきました。この曲をプロデュースされた綾瀬さん含む3人の世界観がうまく融合されていて、この3人だからこそ生まれた心に残るウィンターソングですね。リサさん、そして綾瀬さん、コメントありがとうございました。そして来週のこのコーナーでは、ウルさんと綾瀬さんのコメントをお届けします。そちらもお楽しみに。改めまして、The First Take は毎週金曜日、水曜日夜10時に様々なアーティストのパフォーマンスが更新されますが、The First Take の公式 SNS では歌う前の様子が少し投稿されています。こちらもチェックしてみてくださいね。The First Take Music、ここまでは幸田真昼がお届けしました。The first take music. The first take music. The first take music.